合気道の源流に立つ男、上柴森平。病弱な少年は相撲に剣に柔術に挑み続け、やがて武の化身と呼ばれる存在となった。そして1931年、工部館を設立。そこは合気道の発展において重要な拠点であった。武は力でねじ伏せるものではなく、相手と調和し一つになる道。森平はそれを合気道と名付ける。1915年、東京府四谷区に生まれた塩田剛三。小さな体を補うため鍛え抜き、武に自信を持つ青年となった。17歳、彼は森平に挑む。しかし次の瞬間、宙を舞う。弟子入りを決意した剛三はやがて小さな巨人と呼ばれる道を歩み始める。その修行は苛烈を極めた。投げられ続けて熱を出すほどの稽古。剛三はそこで自らの体格を超える術をつかむ。1940年代、激動の時代、人と人とがぶつかり合う中で彼は和合という思想を深めていった。力で倒すのではない、敵を受け入れ溶け合う。それが剛三の目指した合気だった。戦後、剛三は養親館を設立。ケネディ大統領の SP を投げる映像は世界を驚かせ、名は一気に広まった。親父の技とかああいうのはもう一瞬で決まって、技をやってるのかやってないのか分からないっていう感じですよね。こっちは見てるから面白いけれど、真似はできないですね、誰も。親父みたいになれるなんて思ってないですよね。それはみんな思ってない。いや、真似できるもんじゃないって言いながら、やっぱり気持ち的には真似したいとか、できるようにもっと強くなりたい、そういうのはありますよ。ただできないってことですね。ちょっと別人ですからね。親父と森平先生は別人です。はい、塩田正宏です。合気道をしています。塩田剛三の、孫にあたるんですけども、祖父とは何でしょう、6歳の頃までずっと一緒にいたという感じですね。やっぱ塩田剛三もその昔の道場の時と新しい時の道場で違いまして、で昔の時の道場はやはり自分が強くなりたい、俺はまだ神様にはなりたくないっていうね時代があったんですよ。それは実際文献にも残ってまして、なので、強くなりたい時代から、晩年は実践で使われるのは自分だけでいい、これからは和合の道として合気道を役に立ててくれって言って、人に残す時代になったんですよ。人のためにやる時代になったんですよ。滞ってちゃいけないんですよ、気が。だから流すもの、これだけは覚えておいてください。こうなってたってこうやっていっちゃうじゃないですか。こうなってくる。いつも演舞会に連れて行かされてましたし0歳ながら道場でねずっとはいつくばって見てたっていうのが写真で残ってたんで、この時からいたんだなっていうのは、僕はその、強さというかその人柄に惹かれているところがありまして、そこが強いなって思うんですけども、位が高くなったりすると接するのがちょっと状況によって変わってきたりするんですけども、そういった場面でも塩田剛三ってどこでも楽しんでるんですよ。2、30個下の弟子がいる時でもすごい楽しんでるんですよ。なんだろうな、あんだけ偉いとか世界中から神様って言われてる人がなんでこんなに本気の笑顔を出せるのかなって、その写真を見た時に思ったんで。初めて来たら食堂のメインテーブル、メインのところにおじいちゃんがいて、でも私はすごく緊張するんですよ。だってまだ若いし、あんまり親しくもないようなところに遊びに来ちゃったからすごく緊張したの。塩田剛三お父さんが私の緊張をすごく分かるんでしょうね。でリラックスさせてくれて、でよく笑わせてくれたのね。話が面白くて、それで私もゲラ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 笑っちゃって、
わあお父さんは魅力的だなとか思って、どっちかっていうと私は塩田剛三さんに惹かれまして、そこで惹かれちゃって、で嫁いできてすごくやっぱり優しい父でしたね。うちには意外とくだらないこと喋ったり、なんかもう一人で喋ってました。あと犬が好きだから必ずいる飼ってたんですね。一番多い時で5匹ぐらいから。いろんなくだらない本当にそういう話は多かったですよね。掃除が好きでね、朝必ずパラーンとかやりながら掃除してましたからね。もう決まってんですよ。朝5時ぐらいにもう起きて犬の散歩して、で終わったら犬に食事やって、で終わったらお使い。そういうのは午前中で、あとは1時に必ず迎えに来ると、うちの父がね、で車で行ったり。だからそれはもうさておいて別に動かない。こういうふうに。それから線を崩しちゃいかんですね。いやみんな同じように。みんな。そのぐらいね。これでそうだよ。くっついてくる。だから自分の答えと同じように。晩年の剛三は教え方を変えていった。技術から精神へ、和合の意味を弟子に問いかけ続けた。これは塩田剛三も上島守平も言ってるんですけども、相手に痛みを与えちゃいけないっていうんですよ。手はおばあちゃんの手を握るように、子供の手を握るように本当に優しい手なんですよ。でないと合気道の技ってできなくて、それが力でやる世界だったらやっぱり大きい人に勝てないですよ、女性は。でもそれができるっていうのが合気道なんで、そこを言葉で伝えたり、体感していただいて、ね、感じ取っていただけたらやっぱ思いやりの世界っていうのが生まれてくるのかなって思います。で思いやらないと、相手に興味を持たないと、そもそも合気道の技って決まんないんですよ。やっぱり相手のことを本当にね、心底を思って、そこからやっぱり一つの何か結論が導かれて、その結論っていうのはやっぱり戦いではなく、やっぱり分かち合って、分かり合って、一つにね結ぶことがね、やっぱり理想なんじゃないかって、皆さんがもうそれを追い求めてたんですよ、合気道を支えてくださった方たちが。上柴森平が生み、塩田剛三が磨き上げた合気道、その核となるのが和合。武をもって争わず、心をもって結ぶ。その教えは今も世界中の道場で生き続けている。こうなってこういうイメージ。大丈夫ですか？よくね。大丈夫です。甘やかしちゃいけないんだよ。甘やかすとろくなのになる。だけど乱暴にしない。甘やかさないんだけど丁寧にやる。ちょこっとのことです。おっと。じゃあ行きます。1枚ってるかどうかこの画面で確認できないので、皆さんしっかり自分のお顔に責任を持ってください。ではもう一度行きます。自分と相手だったら他人じゃないですか。でもこう持っていただいて、何でしょう、究極に思うっていうことなんですけども、相手の思ってることは何なのかなってこう考えてると、僕が例えば左に行けば相手も左に動いてくれるし、僕がしゃがめば相手もしゃがんでくれるんですよ。塩田剛三はよっぽど徳を積まなくちゃいけない、日常で思ったと同時にしなくちゃいけないって言ってて、その意味って何なんだろうなと思ったんですけども、やっぱり何でしょう、思ってもらった時から自分はこうだとかじゃなくて、相手を考えて相手の頭にダイブするんですよ。意思を投射すると思った通りにこうできるんで、あ、こういうことか。しかも本当に相手を思う練習をしないとできないんで、それが広まったら多分その合気道って調和とか分かってこうみんな伝わってくるんじゃないかなって思ってますね。技は到達できなくても、そういうような気持ちを持つっていうか、それを一つになるようにしていくっていうのが和合じゃないですかね。
えばらないで自然とこう言葉が出てくるとかいうことが大事ではないかと思いますね。体力と技術はバラバラであってはいけないので、一致して初めて素晴らしい技ができるわけであります。集中して行っていただきたい。